電気住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。私はですね、昭和47年生まれなんですけれども、もう私の子供の頃にはすごく流行ってある、遊びといいますか、もうなんか社会現象にまでなったんですけれども、こっくりさんという、一種高齢術のようなものが非常に流行ったんですね。だから元は、こっくりこっくりっていう机が動くので、その音からこっくりさんという名前がついたそうなんですけれども、その後、当て字として、狐、犬とか狸とかっていうふうな、ことが言われるようになったそうですけれども、元来は、高齢術とはまたちょっと違ったものだったというふうな、お話も聞いたことがありますけれども、ただですね、やはりこのこっくりさん実際にされた方多くおられて、私が見聞きする中では、やはり何か不思議なことがこのこっくりさんにはあるなというふうに思うわけです。このお話はですね、私よりも少し年が下の男性なんですけれども、この男性が15歳の頃に、されたこっくりさんのお話なんですが、当時15歳男の子3人が集まってですね、このこっくりさんを始めたわけです。はい、いいえ、これ紙に書きますね。あいうえを書きくけ50音をずっと紙に書きますね。そして鳥居を真ん中に書いて、その鳥居に、この彼の場合は500円玉を置いて、そういうふうに言われるんですけども、500円玉を置いて、3人で人差し指をその500円玉の上に置いてですね、こう唱えられたそうなんです。こっくりさん、こっくりさん。いたらここへ来てください。何度かずっとそれ唱えるわけですね。唱えてますと、やがてこの500円玉がスーッと動き出したそうなんです。あれ？誰かが動かしてるんじゃない？なんとなくこの男性疑いながら2人の顔を見た。ところが2人とも不思議そうにこっちを見てる。思わず誰か動かしてるの？声をかけると友人2人も、いやいや、本当に力入れてない。手を見ると明らかに指を置いているだけでですね、なんかこう引っ張るような動作、感じられなかったそうなんです。だからやっぱりこの500円玉が勝手に動いてるな。スーッといろんなところ動きそうなんですけれども、何か質問しようぜ。そんな話になってこの男性が言うんです。こっくりさん本当に来てくれたんですか？言うとさーっとはいの方に動いて止まった。あ、じゃあ本当に来てくれたんですね。じゃあこっくりさん、じゃあいろんな質問していいですか？言うとまたはいのところからくるーっと回ってまたはいのところに戻ってくる。あ、質問していいみたい。じゃあこっくりさん今から質問するねって言って何を質問しようって3人で喋ってるとスーッとまた勝手にこの500円玉が動き出す。動き出して止まった先が何かというと、あいうえおのうのところで500円玉がスーッと止まったそうなんです。どういうことだろう。しばらくずっと質問をまだせずに、その500円玉を見てると、このうのところからスーッと下がって、えのところに行くんですね。で、またしばらくすると、うのところにスーッと動く。しばらくすると、またえのところにスーッと動く。これを繰り返すそうなんです。なんだろうね、これ。3人で喋ってる。う、え、う、え、上、ずーっと上が続くんですね。あ、もしかしてこれ、上を見ろってことかな。この男性そう思って、上に何かあるのかなと思ってパッと上を見上げたそうなんです。その瞬間、この男性、意識がさっ消えてしまった。そして次に気がついた時には保健室にいたそうなんです。で、この事件以来ですね、もう学校ではこっくりさん禁止された。もう全校生徒を集めて、校長先生がこっくりさんを絶対してはならないというふうに、喋られるぐらいの事件になったんですね。で、この男性、実は、あの時、パッと上を向いた瞬間、意識がさーっと消えていく自分が分かった。ところが、その次の瞬間には意識がまたバーッと戻ってきたそうなんです。それは何かというと、上と動く中、パッと見上げた自分が、意識がなくなる
寸前にまたわっと意識が戻って天井を見てる。その天井には何があったかというと、この男性の言葉をそのままお借りしますと、ブラックホールのような黒い穴が上に開いてたっていうんですね。で、その穴の中から数匹の狐が下を覗き込んでたそうなんです。うわ、怖いと思って上をずーっと自分が見てる。そうすると、この狐同士が何か会話をしてるのが聞こえてくる。この会話がまさに人間がわかる言葉で喋ってたそうなんですけれども、この狐がこんな会話をしてるんですね。10年かけて少しずつ食べていこうよ。そうね、10年かけて少しずつ食べていったら気づかれないもんね。そうそう、10年かけてゆっくり食べていって、10年後に食べ尽くそうね。そんな話を狐同士がしてる。それが見えた。そして聞こえたというふうに、この男性おっしゃるんですね。で、次の瞬間気がつくと保健室にいた。だから意識がなかった間、自分は教室の上を見てたのか、あるいは意識が失って夢でも見てたのかわからないんですけれども、その10年かけてちょっとずつ少しずつこいつらを食べていこうという相談をしていた狐、これがずーっと頭に残ってたそうなんです。それからテレビとか、あるいは本とかで狐を見ると、あと何年後に10年経つな、ずーっと意識してたそうなんです。で、この時が15歳ですから、25歳の年になった時に何か起こるんではないかなとずーっと怖かったそうなんですね。で、ある時これ24歳になって、とうとう来年10年目になるなというその年に、この15歳の時にこっくりさんをしたメンバー、友人あと2人ですね。自分を含めて。で、3人。一度3人で食事をしに行かないか誘ったそうなんです。そしてその誘った席で食事をしながらこの話をすべて友人にした。そうすると一人の友人は、いや、じゃあご祈祷か何かを受けにお寺か神社行こうよ。そう言ってくれた。で、じゃあ、一緒に行こう。3人で行こうって言ったら、一人だけがですね、いや、そんなの絶対関係ない。だって10年かけて少しずつって言ったって今俺たち元気だし行く必要ないよということで、その友人だけは悪い言い方をしますとちょっと小馬鹿にするようにして2人だけで行けよって言ってその方行かれなかったそうなんですね。ところがこのお二人は、こっくりさんにもしかすると用もないのに霊を呼び出したりですね、悪ふざけでやったりしても質問も特にない中、そんなことをして申し訳ありませんということで、ご祈祷を受けられたんですね。で、ご祈祷を受けると、なんとなくテレビや雑誌で狐を見たときに、なんか今までのわだかまりのようなものがすっと消えてたそうなんです。なんとなくやっぱりお経をあげてもらってよかったなと思って、その1年が過ぎていった。そしてとうとう10年目になった時に何かが起こるんではないかなと思ってたんですけれども、特に何も起こらなかったそうなんです。この2人には。一人だけご祈祷を渋った友人いましたね。この友人だけが突然10年目になった時に大きな病気にかかって、実は滑腹の言い方だったそうなんですけれども、体重がもう3分の1ぐらいに一気に痩せるぐらいに、もう着る服をいつももうズボンがずれるので引っ張って歩かないぐらい、その服を買いに行くいとますらなかったぐらいの短期間でガッと痩せられたそうなんです。そしてその痩せた顔をパッと友人が見たときに、その男性の顔が狐に見えたっていうんですね。これは間違いなくこっくりさんが少しずつこの男性を食べてきたんではないかなと、いうふうにその男性はおっしゃるんですね。で、最終的に残念なことに、この激痩せしたご友人の方、車を運転中に壁に激突してお亡くなりになられたそうです。その後、この男性の奥様も、もう子供さんも生まれたばかりだったそうなんですけれども、奥様も残念なことに、事故によって亡くなって、今お子様は施設でお暮らしだそうです。これ非常にお気の毒な話だなと私は思うんですけれども、
もう本当にこれは大昔からなんですけれども、あの時の天下人、豊臣秀吉ですら、狐、神様、これを非常に恐れたんですね。もしかすると、戦国武将の方たちっていうのは、そういった存在をはっきりと認知されてたのかもしれませんね。今、科学万能でですね、神や仏は本当にいるのかというふうな言葉まで聞くような時代になってきて、なお、やはりこっくりさんされた方の、こういったお話っていうのが、私はよく実はお聞きするんですね。で、特にこのこっくりさんもそうですけれども、神や仏という人たち、これ姿が見えなくても確実にいます。これはもう私 YouTube の中で何度もお話しさせていただいてますけれども、おられますね。で、こういった方に、やっぱり失礼を人間の、遊び半分でですね、やってしまうと、やはり、神罰のようなものが下りますから、そういったことは本当にやめていただきたいなというふうに思いますし、また、神や仏はいないというふうに断言される方に、少し考えていただきたいんですけれども、私たち人間っていうのは自然の恵みを受けて生きてますね。海の恵み、山の恵み、空気、あるいは川、もういろんなものの恵みが私たちあって生かされているわけです。この自然そのもの、この自然の恵みこそが私は神仏のお姿ではないかなというふうに思いますので、何事にもですね、敬意を払って、感謝をして、生きていっていただけたらなというふうに思います。ということで本日も怪談説法をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。